皆さんこんにちは。日本語ジャムの綾乃です。今日も聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している方の中級者から上級者の方に向けて自然な日本語でお届けしています。ぜひリスニングやシャドーイングの練習に使っていただけたら嬉しいです。さて、今日はタイトルにもある通り、日本語の勉強を続けるためのモチベーションの保ち方について話したいと思います。皆さん、日本語の勉強って難しくないですか？私がネイティブじゃなかったら、こんな難しい言葉を勉強するのは本当にすごいなと思うんですよ。なので今これを聞いてくださってる皆さん、もう自分に拍手を送ってください。皆さんは本当にすごいです。どんな言語を勉強するにしても、やっぱりやる気がなくなってしまったとか、勉強を続けるのが大変っていう時期があると思うんですよ。なので今日は日本語の勉強を続けるコツ、日本語だけじゃなくて言語を勉強するコツをお伝えしたいなと思います。ズバリ勉強を続けるコツは5つあります。1つ目、勉強しなきゃじゃなくて楽しもう。2つ目、小さいゴールを作ろう。3つ目、日本語で誰かと話す機会を作ろう。4つ目、なぜ日本語を勉強しているのかを思い出そう。5つ目、完璧を目指さなくても OK。 では1つずつ説明していきたいと思います。1つ目、勉強しなきゃじゃなくて楽しもうっていうことなんですけど、皆さんはどうして日本語勉強していますか？多分仕事のためとか、試験に合格するためとか、旅行に行きたいからとか、人それぞれ理由があると思います。でも勉強しなきゃとか、勉強しないといけないと思うと、とてもプレッシャーになりますよね。そういう時は楽しむことにフォーカスしましょう。勉強している時につまらないって思ってしまうのは、多分文法とか漢字とかテキストとかを使いすぎてるのかもしれません。そういう時はアニメとかドラマを見ながら新しい単語を覚えたり、漫画が好きだったらそういうのを読んで自然な日本語を学ぶのもいいかもしれません。私も英語を勉強していて、なかなか机に向かう気になれないっていう時は、好きなアーティストの曲を聴いて歌詞をノートに書き出して一つずつ意味を調べるとかしていましたね。なので言語だけではなくて、その言語が使われているコンテンツをうまく利用すると楽しみながら勉強を続けることができます。勉強と思ってしまうとどうしてもプレッシャーがあるので、日本語を使って楽しいことをするっていう方にフォーカスするとモチベーションも上がりますよね。では2つ目、小さいゴールを作ろうについて話します。日本語がペラペラになりたいとか、日本語の試験に合格したいという目標があるのはとてもいいことだと思います。でもそれだけだといつまでにっていうゴールがないので、モチベーションが下がってしまうことがあります。だから小さいゴール、小さい目標を作るのがとっても大切です。例えば1年以内に JLPT の N4 に合格したいとか N3 に合格したい、もしくは日本に来年留学するっていうゴールを決めて、そこに向かってどんどん小さいゴールを作っていきます。大きい目標を立てられたら、その後に月ごとの目標を立ててほしいです。その後に週単位、1日単位っていう風に考えてください。皆さんはお仕事とか学校もあると思うので、忙しいと思うんですね。なので目標を立てるときは少し余裕を持たせて設定をしてください。例えば、今週は新しい単語を10個覚える。来月までにこのテキストの何ページまで終わらせるとか、日本語で毎日日記を3分で書いてみるとか、目標がはっきりしていると、それをできた時に
やったできたっていう達成感を感じることができます。私もこの小さいゴールを作るっていうのはよくやるんですね。でもゴールを作りすぎて自分のできる範囲より超えていたらそれは難しいと思います。だから自分がちょっと頑張ったら達成できそうだなというゴールを設定するのもポイントです。あと3つ目は日本語で誰かと話す機会を作ろうです。日本語を勉強していて話す機会がないとか間違えるのが怖いと思う人もいるかもしれません。でも実際にネイティブの日本人と日本語を話すことはモチベーションを上げるためにもとっても大切だと思います。日本語を話す機会を作るためにはオンラインで日本語を話す友達を作ったり、言語交換のパートナーを見つけたり、日本語の先生のレッスンを受けるなどの方法があるかなと思います。今は昔に比べてオンラインで海外の人とつながるっていうのが簡単にできるようになりました。ぜひそれを活用して自分の日本語をアウトプットする環境を作ったらいいかなと思います。私も日本語のレッスンをしているので、もし興味がある人はインスタグラムの DM から連絡お待ちしています。SNS で言語交換パートナーや友達を見つけるときには怪しい人もいたりするので、そこは自分で責任を持って気をつけて使ってください。最初はうまく話せなくてもだんだんアウトプットに慣れていったら文法を正しく使えるようになったりボキャブラリーも増えていくと思うので、恥ずかしがらずにたくさん練習してください。少しずつできたっていう経験を積むとモチベーションも上がるし、日本語もどんどん上達すると思います。では4つ目、なぜ日本語を勉強しているのか思い出そう。皆さんはどうして今日本語を勉強していますか？日本語を勉強し始めた時はモチベーションも高かったんじゃないでしょうか。例えば日本に旅行に行って日本語をたくさん使いたいとか、好きなアニメを字幕なしで見たいとか、日本の文化をもっと知りたいとか、そういう理由で始めた人が多いんじゃないかなと思います。最初の気持ちを思い出したらまたやる気が出てくるかもしれません。勉強は本当に大変なので、目的とかゴールを見失いがちなんですけど、そこが分かれば、ちゃんと頭で理解していれば辛いことがあってもまた頑張れるはずです。よく言う言葉で、初心忘るべからずという言葉があります。これは何かを始めた時の謙虚で素直な気持ち、真剣な気持ちを忘れてはいけないという意味の言葉です。皆さんも初めの頃の気持ちを思い出して楽しんで日本語を勉強してほしいなと思います。それから5つ目、完璧を目指さなくて OK です。日本語を勉強しても上手くならないとか、間違えたらどうしようと考えて勉強するのも嫌になってしまう時がありますよね。でも完璧じゃなくて大丈夫です。私もネイティブだけど日本語を間違えることもあるし、考えながら喋る時に言葉が出てこなくてうまく伝えられないこともあります。だから日本語が正しいかどうかはあまり気にしなくても大丈夫です。ネイティブでも間違えることはあります。完璧を目指すよりも大切なのは伝えようとすること、学ぶことを楽しむことです。間違えても全然 OK なので、どんどん話してどんどん使ってみましょう。言語を学ぶのって本当に時間がかかりますし、単語を覚えたり漢字を覚えたり文法も勉強したり大変なこともやることも多いですが、でもそれを少しずつ進めていくのが一番の近道だと思います。もしね、モチベーションが今下がっていたら、このポッドキャスト聞いて元気を出してもらえたらいいなと思います。私も実は留学をしたんですけど、最近は英語をあまり使っていなくて、単語が
すぐ出てこなかったり、伝えたいことが伝えられないなということがあります。特に私のレッスンを受けている生徒さんには申し訳ないなと思うことがたくさんあります。なので私も今からもう一度英語を勉強し始めようかなと思っているので、皆さんも一緒に日本語の勉強頑張りましょう。あとね、大学生の時にスペイン語も勉強したんですよ。で、ある程度のレベルまでは行ったんですけど、その後勉強やめてしまったんですよね。今思ったら本当にもったいないことをしたなと思っています。やっぱり勉強しないと忘れちゃうんですよ。使わないと忘れちゃうし、本当にもったいないですよね。だからここまで勉強してきた皆さんなら、これからも日本語はどんどん上達すると思うので、諦めずに頑張ってください。私も頑張ります。他にも、もし日本語を勉強し続けるためのアイデアとかコツがあったら、ぜひ教えてください。他のフォロワーの方とか登録者の方にも役に立つと思うので、お待ちしています。では今日のエピソードはここまでにしたいと思います。私は YouTube、Spotify、Instagram をやっています。まだフォローしていない SNS があったら、ぜひフォローしてもらえると嬉しいです。これからも皆さんの日本語の勉強に役に立つようなコンテンツを発信していきたいと思っています。応援よろしくお願いします。では次回のエピソードでお会いしましょう。またね。バイバーイ。